こんにちは。ミミック YouTube 雑誌連載で振り返るあの時のストリート第9回となります。今回も宝島社から発行されていたファッション誌キューティーで連載していた藤原宏さんの HFA 広し藤原アジャスメントという連載があるんですけど、こちらを振り返っていきたいと思います。今回は90年の10月号を振り返っていきたいかなと思うんですけど、左下のものになります。メッセージ特集ということで、ゲストが川勝さん、高城さん、助新さんというところで、グッドイナフが連載の中で初めて登場した記念すべき回となります。で、内容のところでいくと、アメリカで一番、ホットなアーティストということで、ジェニファー・ヘルツァーっていう、ホルツァーなんだと思うんですけど、のアートとグッドイナフのメッセージを T シャツとして紹介していますというようなところで、基本的には T シャツ特集なんだけど、メッセージ T シャツというところがテーマとなっていて、グッドイナフが紹介されてきていますと。で、グッドイナフのものに関しては、映画シャイニングからのメッセージをプリントしましたという形で、モデルとなっているのが、ひろしさんに加え、川勝さんと助新さんと高城さんというような回になりますと。グッドイナフに関しては、ちゃんと振り返っていきましょうというところで、代表的な部分をピックアップしてみましたと。で、ブランドスタートは90年になりますと。で、きっかけは、助新さんが T シャツやりたいというふうにお話ししたところ、じゃあやろうかみたいな軽いノリでスタートしましたというところで、ひろしさんの名前を出さず、海外ブランドのような見せ方というところですと。でこれも有名なエピソードなんですけど、袖に、今結構袖にタグがついてるって、すごくこう一般的にあることかなと思うんですけど、実はこれって、日本においてはグッドイナフが結構走りで、それの元ネタっていうのはセディショナリーズのついてた黒い長いタグをちょっと短くしてつけたっていうのが走りとなっているという形ですね。はい。で、流れとしては、95年に半年間の休業があると。で、この時って全国40店舗ぐらいあったのが、ここのタイミングで10店舗に縮小して、半年間お休みをするというようなことが起こりますと。で、96年は SCR というような、これ UA でユナイテッドアローズで売っていたんですけど、別ラインがスタートして MA1。SCR ってユナイテッドアローズで扱ってたんでしたっけ？そうそう。え袖が切り替わっているMA1 だよね。そうですよね。その後、時知らずとかで多分復刻してたんじゃないか。あれ、モツコートだったっけな、ちょっと忘れちゃったけど。そうですね。あれですよね。SCR の MA1 ってそれこそフィッシャーマンのそうそうそう、袖がね。袖が。そう、切り替わってるあれだね。そうですよね。うん。かっこいいよね、あれね。UA で今、本当出してほしいナンバーワンアイテムかなって感じ。そうですね。はい。で、ざざっといっちゃうと、97年に僕の、レディメイドと言われる、伝説のショップだと思うんですけど、そこがオープンしますと。で、これと同時にフィネス・モア・アバウトレス・エレクトリコテージという、全部広石さんのブランドなんですけど、そこがスタートして、最初の2日間に2000万円売り上げると。で、と同時に、オープンに訪れた友達に2000万を配る、2000万円の在庫を配るっていうような感じだったらしいですと。4000万の在庫を積み込んでいて、半分を友達にあげちゃうっていう、そんなどぶり感情でやっていたと。で、なんか経理の人とかがプロモーションは1割にしてね、みたいな決まりができたみたいなエピソードが書いてあったけど。で、98年、ヘッドポーターが1階にオープンになるっていう感じだね。原宿、竹下通り抜けた先の左が、あそこがレディメイドだったんですか？そうそう。地下がレディメイドで1階が、地下が売り場で1階がギャラリーだったんだよね。
で、その1階がギャラリーとして使ってて、まあ、並ぶときとかもそこの中で並んでたりしてたんだけど、で、使ってなかったから1階がヘッドポーターになるっていうのが翌年。で、2000年にレディメイドを変転して、ヘッドポーターに変わっていくって感じだね。ただまあ、99年にブランドとしてはまた1回お休みしていて、で、その後2004年ぐらいまで進んで、リゾネートグッドイナフって、まあ、セカンドラインという形で言われてるんだけど、まあ、おそらくここでヒロシさんは、まあ、タッチしなくなったのかなというイメージかな。まあ、こんな感じが、主にグッドイナフの流れかなと思っていて、まあ、すごく重要なブランドだったので、一応振り返ってみましたって感じかな。まあ、これから連載していく中で、途中でその、イナフの代表的なアイテムが出てくると思うので、まあ、今日はこんな感じですと。まあ、で、個人的なポイントとしては、これ、広瀬さんの特徴で、休むっていうところがポイントかなと思ってますと。なんで休むの？これはなんか、広瀬さんの動物的な感らしいんですけど、やっぱ続けていくと疲弊しちゃうじゃないですか、こう。で、社員も大きく飽きられちゃったりとか。そう、社員が増えていって、どんどん、要は全40店舗になっていって、生産部門と販売部門もできて、ここでまあ会社の組織としてでかくなってるはずなんですけど、それを一気に縮小していって、休んだりしますと。で、レディメイドもそうで、97にできて、00年になった瞬間なんで、実際97年、98年、2、3年しかやってないんですよ。で、ここもめちゃめちゃ人気絶頂のお店だったんですけど、閉めるんですよ。って感じで、まあ、その後やったプールってお店だとか、コンビニっていうお店だとか、パーキングってお店も2年ぐらいとかで全部やめてるんですけど。確かに。全部2年ぐらいですね。広瀬さん、やっぱ2、3年でまあ、グッドイナフっていうところで見ると長いんだけど、基本的にはそういうプロジェクト単位で2、3年のスパンで考えていて、飽きられないように、なんか、あえて終わらすっていうところがすごく感覚値として持っている人だなっていうのが見ていて、まあ、それが飽きさせないし、疲弊しないで、組織としても大きくならないですよね。すごい少人数でディレクションだけで今フラグメントでディレクションだけっていう立場で動いてると思うんですけど、そういう形ですごく会社として大きくしないでコンパクトにいろんなことをできる体制を常に意識してビジネスしてるなっていうのがもうこの時からずっとそうだなっていう感じですね。要するにピークで止めるっていうことだよね。そうです。なかなかできないじゃないですか、それって。そうだね。普通はピークが来て、調子に乗り始めるっていう。はい。で、自分の目の届かないところに広がっていくっていうのが、まあ、アパレルにしても何にしてもって感じで。普通はね。はい。それをやらないっていうのは、なんていうのか、あんまりできることじゃないよ。そうですね。結構僕はそのビジネスセンスとしても抜群にすごい人だなと思っているのは、ここがすごくその理由で、常に新鮮味を失わないじゃないですか、これって。で、うまいのが、そういうある程度、まあ、グッドイナフは自分のブランドとしてやってましたけど、その後ってヘッドポーター始まりますと。で、同時にナイキとかもやってるんですけど、そういう形で今のフラグメントの活動につながるような、そうディレクションっていう立場でいろんなブランドと関わり合いを持つっていう形にスイッチしてってるんですよね。そうすると何がいいかっていうと、もうディレクションなのでアイデアベースなので、すごい社員数をすごく大きく抱える必要がないです。で、自分で在庫を持つ必要もないです。で、常に例えば、スニーカーやりたいんだったらナイキですとか、ダウンやりたいだったらモンクレールですとかっていう形で、
常にこうそのバッグがやりたいんだったらポーターですみたいな形で、常に最高に強いところと組んでビジネスしていけるっていうメリットがあるので、在庫もない少人数でいい、かつその商品の一番旬なところ、時代時代に合わせて旬なところと組んで、ディレクションして、商品作れるっていうところっていうのは、まあビジネス的に考えると一番こうリスクもそんなにないですし、うまいやり方だなっていう気はしますね。はい。で、次が、ジェニー・フォルツァーというところで、僕これ知らなかったんですけど、まあアーティストです。メッセージのT シャツとかを着ていたのが、まあ、このアーティストですという形で、芸術家の方のアーティストだよね。はい。で、まあ、こういうメッセージをこうアートとして、表現する人らしく、まあ、LD のディスプレイだとか、なんか車にこういうメッセージを書いてやったりとか、そういう形で、まあ、そういうちょっと社会を風刺したようなメッセージを発信していますというようなものを作品として表現するアーティストですというところですと。で、まあ、右下とかがユニクロでも T シャツになってたりするんですけど、そういったものが出てきますと。で、まあ、右上になんかこの明細とこの漢字っていうと、なんかすごい僕は 40% とか思い出しちゃうんですけど、もしかしたらなんかその元ネタだったりするのかなと思いつつ。このキャップかな？はい、そうですね。なんか似てますよね。なんかすごいこういう、例えば、シュプリームだとバーバラ・クルーガーであったりとか、なんかこの辺のアーティストがモチーフになるってよくあるパターンだから。まあでも本当に、なんていうのかな、通常のこのノーマルなシンプルな書体で、こう。そうですよね、シンプル。で、メッセージっていうところで、まあ普通に見たら何の変哲もない、なんだろう、別に芸術っていうところではないんだけど、そうですよね。その辺がこう新しいというか、現代アートっぽい感じ。そうの一つではあるんじゃないかな。俺はちょっとよくわかんないけど。あとあれですよね、ちょっと俺もよくあんま芸術わかんないんですけど、こういう街でこういう作品の発表こういう形でするっていうのがまあちょっとグラフィティとかいうストリート。そう。ああ、なるほど。はい。なんかこれも別になんかキャンバスにこう行って美術館とかではなくみたいな。インスタレーション的なあれですよね。そう。で、まあそれってこうストリートブランドがモチーフにしちゃって、例えばバンクシーとかもそう、作品としては別にこう、じゃあステンシルのアートなんだけど、それって実際街でそういうなんかストーリー性を持ったところにこう置くっていうようなところの、どちらかといったらそこを含めて展示方法を含めて作品なのかなみたいなところ、ストリートブランドがモチーフにするのってそういうのばっかだと思うんですけど、よりレベルの高い T シャツっていうところだね。そのストリートカジュアルっていうと、割とこう軽くこう、なんていうのかな、見られがちというか、っていうところなんだけど、ちょっとこういう芸術だったり、まあ、文学的でもあるわけだ。なんかそういうところを引っ張り出してくると。英語ってデザイン、そうですよね。なんかデザインとして見てた人はいたかもしれないですけど、なんかそこに書いてある文字まで何意味してんだろうみたいな。そう、だからこの時代ぐらいまではっていうか、今ももしかしたらそうなのかもしれないけど、なんか日本的な考え方だとさ、もう I love New York 止まりなんですよ、プリント T シャツって。まああれはあれで完成はされてるんだけど、なんかそういうぐらいなんだけど、やっぱもう一層二層こう深掘りするというか、っていうのをこの90年代のこの時点でこうやってるっていうのが、まあ一緒にいるのが結局川勝さんとか高城さんだから、そういうところも
その起用してるモデルもひっくるめて、そうですねかなりハイレベルなうんうんうんテーマだったんじゃないかな。このメッセージっていうテーマで、T シャツの特集じゃないからさ、それも。その辺も面白いっていう感じ。ああ、そうですね。確かに。でも結局、オンタイムでは本当に謎のクラブウェアブランドっていう感じだったから、別に藤原宏さんがやってるブランドっていうのも一切知らないし、そうですね。だけど、いろいろその手のブランドが、置いてあるショップには置いてあったんで、うん。キャップとかね、T シャツとか。ロンディスでしょ、柳とかは。そうですね。僕も、なんかロンリスが問い合わせになってるイメージがあります、そうだよね。ええ。俺スパークスピートだったけどね、下北沢。あ、下北のですか。うん。もう確かグッドイナフ置いてあったの。そうなんですね。あそこクラブ系ファッションのあれですよ。うん。あで、この G のマーク何なんだろうな、みたいなうん。感じではあったね。だから絶対俺 UK のブランドだと思ってたから、まあ、思いますよね。うん。その頃は普通に買えたんですか？お店にも置いてあって。普通に売ってたよ。あ、そうなんですね。うん。またあれですよね。本当の初期の初期は、小倉にあったトールアイさんとかいて、シーブスとかが問い合わせにはなってましたよね。ああ、あったね。それも宝島とかのクレジットかな。そうですね。確か宝島とかです。うん宝島ですね。確実に最初に知ったのは。そうだよね。そうですね。なんかプレミアがつくようなブランドではなかったですよね、当時。ああ、まあ、それはね、全体的にまだそんな時代じゃなかったかああ。いや、なんか自分がファッション興味持ち出した時、多分96、7年とかなのかなの時にはもう雑誌でももうまあスーパープレミアブランドの扱いになってたので、なんか出せばすぐ売り切れちゃうみたいな。あ、そうです、そうです、そうです。はい。でもやっぱスナップでも一般の人は、まあ、自慢げに G って書いてあるみたいな、そんなもう感じで T シャツで偉そうに着ている感じのブランドにもなってたので、ら。うん。初めはなんか買えるような、プレミアつくようなブランドじゃない感じの時代もあったんだなというのを初めて知って。いや、それで言うと、レア俺のド、レアドで言ったら、当時はアナーキックとかの方が手に入らないブランドっていう感じですよね。そうだね。あんまり、数的には少なかった気がするね。へえ。だから俺の中ではちょっとクラブとあとスケートあスケートブランドのイメージ。確かにスケートブランドのイメージありましたね。で、結局 T シャツとキャップしかないと思ってたから、多分それ以降のちゃんとした洋服が出てくるようになってからプレミア化してくるんじゃない？いや、でも結構すぎじゃないですか。もうだって、1年ぐらいでもうあれなのか93年にノーエができた頃には、ああ、そうだね。もうグッドイナフそっか。っていう。いわゆるカリスマブランド化はしてたのか。もうこのくらいになると、なんか、やっぱ、90、まあ、エイプとかアンダーカバー、エイプアンダーカバー、グッドイナフ、やっぱなんか、あの時世代のこう裏原宿って語る上でこうトップ3のブランドになってくると思うんですけど、やっぱ90年の中頃になるとトップレベルが違うぐらいこうグッドイナフってもう買えないブランドになっちゃってたんで。それが90半ばには6年はい、この頃には完全にもうどこ行ったら買えんのよって状態だった気はしますね。はあ、なるほどね。そうで、まあ、これポーターの回で言い忘れちゃったんですけど、95年にポーターとコラボしてるじゃないですか。一説によると、まあ、日本初のダブルネームって言われてたりもするんですけど、何がすごいって、これまでって、このコラボの前って単価って月50個ぐらいだったんですって、生産してる数が。生産の数がね。はい。もうテストモデルみたいなもんだ。はい。もうあの単価が50個ですよ。今じゃ全く想像つかないじゃないですか。月50個、確かに、確かに。でしょ？はい。で縫うのも難しくて、あんまこう、なんだろう、こう縫えないっていうことがナイロンだからね。そうあったらしいんだけど、にしても、まあそんなもんですよと。
うんうんで、95年と96年にコラボをしてるんだけど、96年の頃にはちょっと数具体名わかんないけど、もう全然違う規模の数字の発注があったと。うんで、曰く、ポーターがもうこんなに浸透したのは間違いなくこのグッドイナフのコラボがきっかけですと。うんで、今みたいなもう本当に、こう、まあそれで書いてあったのは、電車の車両に乗ったら1人は絶対持ってるみたいなぐらいになったのって、もうヒロシさんのこのグッドイナフのコラボがきっかけでなってったっていう話がありましたね。なるほど。というぐらい、まあ、影響力を持ってたグッドイナフの、まあ、一旦連載に初めて登場した回っていうのが、最初のね。はい、なりますというところで、今回はこんな感じで終了したいなと思います。はい。はい。